優しい亀のラジオステーション、眠れる亀の図鑑。なぜ亀は長生きなのか。こんばんは。今夜は少しだけ科学の話をします。でも難しくはありません。ゆっくり眠くなりながら聞いてください。テーマは亀。なぜ亀はあんなにも長生きなのでしょうか。途中で眠ってしまっても大丈夫です。目が覚めたとき、そっと亀とコメントしていってください。では始めます。ジョナサンのこと。世界で一番長生きな陸上動物が今も生きています。名前はジョナサン。セーシェルゾウガメという種類のオスの陸ガメです。南大西洋に浮かぶセントヘレナ島で暮らすジョナサンは2026年現在推定196歳。日本で言えば江戸時代の終わり頃に生まれたことになります。2022年、ジョナサンはギネス世界記録に認定されました。ほとんど目が見えなくなっても、匂いがわからなくなっても、ジョナサンは今日もキャベツを食べています。192年。あなたが生まれるよりもずっと前から。心拍数という時計。では、なぜ亀はそんなに長く生きられるのでしょう。一つ目の理由は心拍数です。心臓が動く回数のこと。人間は1分間に約60から90回。ハムスターは400から500回。寿命は2、3年です。では、亀は？陸亀の心拍数は1分間に10回以下。10回。人間の10分の1以下のペースで心臓が動いていることになりますよね。心拍数が少ないと呼吸の回数も減ります。呼吸が減ると体に取り込む酸素の量も減ります。そして活性酸素の発生が抑えられます。活性酸素とは細胞を傷つける物質、老化の根本的な原因の一つです。亀の体はゆっくり燃える、焦げにくい体。テロメアという守り。少し踏み込んだ話をします。細胞の核の中に染色体というものがあります。染色体の末端にはテロメアと呼ばれる保護キャップがついています。細胞が分裂するたびにこのテロメアは少しずつ短くなります。テロメアが短くなりきると細胞は分裂できなくなり、老化が進みます。しかし、亀はテロメアを修復する酵素を大量に作り出すことができます。さらに、
活性酸素の産生をコントロールすることでテロメアへのダメージを最小限に抑えています。まさに消えにくい守り。さあ、あなたも今スーッと呼吸を深く吸ってゆっくり長く長く吐いてください。亀の心臓に合わせるようにゆっくりゆっくり。そうです。老化しないという脅威。2022年科学誌サイエンスに注目の論文が掲載されました。注目の論文が掲載されました。アメリカの研究チームが野生のウミガメや両生類、爬虫類107の野生群77種を長期調査した研究です。その結果、多くのウミガメ種と一部のカメの仲間において老化のエビデンスがほぼ見られなかったと報告されました。通常動物は年齢を重ねるほど死亡リスクが上昇します。これを老化と呼びます。しかし亀の場合、約 80% の種が人間よりも老化速度が遅く、一部の種では年をとっても死亡率がほとんど変化しない。いわば老化の坂がない、そのようなことが分かったのです。生物学ではこれを無視できるほどの老化と呼びます。年をとっても急に弱らない。それは生物の世界でも非常に珍しい現象です。甲羅の哲学。亀は2億年以上前から存在しています。恐竜が栄え滅びた時代を超えました。巨大隕石の衝突も氷河期も幾度もの大絶滅も、それでも亀は形をほとんど変えずに今日まで生き続けています。その秘訣は甲羅に隠れること、責めないこと、ゆっくり生きること、防衛と省エネ、それが2億年を生き抜いた戦略です。今夜あなたが急いでいることがあるかもしれません。でも亀の時間の中では、今日のすべては小さな一日。ジョナサンは今夜もセントヘレナ島で静かに眠っています。196年分の夜を知っている亀が、急がなくていいよと言っているようですよね。眠くなったらそっと亀をコメントしてくださいね。では皆さん、ゆっくりと
おやすみください。優しい亀の図鑑チャンネルではポッドキャストをご用意しています。ずっと長い間眠りながら私のお話を聞きたい方はポッドキャストを見つけてよかったら再生してくださいね。ありがとうございました。今日のお話の学術情報メモ、ジョナサン・セーシェル・セマルゾウガメ、推定194歳、2026年、ギネス認定。調査した亀の約 80% が人間より老化が遅い。亀の出現時代、約2億年前、恐竜時代より古い。では皆さん、おやすみなさい。また明日からも焦らずにゆっくりとこの亀の世界を楽しみましょう。